はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は5月1日から5月20日頃までの占星術の話と、星の読みとタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。いきますね。全体12星座共通の星のエネルギー解説は別動画で上げていますので、よかったらそちらもご覧になってみてください。ではいきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップの10、ソードの7、ペンタクルスの3、ソード4、節制、ワンド6逆、そしてスターですね。はい、気をつけることは対策が、ソードの8の逆とペンタクルスのページとオラクルはソードの5です。そうか、なるほど。とってもいいんです。ちょっと解説しますね。まず星の話なんですが、やはり5月の20日頃までっていうのはこう仲間とか自分が所属している団体の人たちとの関わりとかグループとかなんかサークルとかいわゆるコミュニティですね、そういったところでの活動が非常に輝かしいなというか、そこで受け入れられているとか、自分もその中で自分を出せるとか、そういったご縁があるなって感じがしますので、もしねこう人見知りだなとか、ちょっと団体は苦手なんですっていう方も今はそういう中で十分に自分らしく入れるよっていうそういう時だよっていうふうに思っておいてください。なんか少し例えば会社の中のね集まりとかでも普段だったら行かないっていうところを、ちょっと5月の頭だけは行っとくかみたいな感じで参加してみるとか、そうすると新しい発見があるような感じがするので、恐れずそこに何か光があるというか可能性があると思って関わってみてくださいね。で少し今ねちょうど火星というそのバイタリティっていうものが自分の社会っていうところに影響しているので、こう仕事が忙しいとか、仕事に対して逆思うように進めないとか、ちょっとなんか上司に対してイライラするとか、そういうのもあるかもしれませんが、もしそういう気持ちがあったとしたら、それだけ自分にはバイタリティがあるんだっていうふうに思っておいてください。進める気量があるっていうのかな、バイタリティがあるのに思うようにいかないっていうところでのイライラだったりとかフラストレーションっていうことになっているので、今力あるんだなと思って自分のためになることをやってみてくださいね。そしてそれが5月のね19日以降というのはまた仲間のために頑張るみたいな、そういう風になってくるんですけど、今はでも自分で自分の世界を切り開くバイタリティがあると思っておいてください。でその4月のね末ぐらいから前回の動画でもお伝えしたようなここからの早い流れっていうのが蟹座さんはそこまで悪い影響としては感じないと思います。で外側が早く流れていたとしても、自分は自分だしなっていうところで落ち着いてやっていけるっていうのもあると思います。で5月のその11日全体のね12星座共通のところで解説した5月11日がちょっとピンポイントの気づきの多い日じゃないかっていう話をしたんですけど、この日に関してはやっぱり蟹座さんは人との関係性の中でそれが出てくるよって感じがします。または本当に人に会ってどうこうとかではなくても、自分の得てきた知識だったりとか学んできたことっていうものがもう一段階上がるとか、それをどう生かして現実に使っていくのかっていうところでのヒントが得られるとか、何かどっちにしろ最終的にはすごく満足なんですよ。自分でなんかほかほかするっていうのかな、気持ちが、そういうふうには持っていけるとは思います。でちなみに5月の19日以降ですね、金星という社交性とか豊かさとかお金とか愛情とか美しさっていうものが蟹座に入ってくるので、19日以降は蟹座さん自身が美しくなるとか、自分自身が優しくなるとか愛らしくなるとか、そういう自分がなんていうのかな、綺麗になるっていうのかな、本当に見た目が綺麗になるっていうこともあるし、内側が輝くっていうこともあるので、そういう恩恵がねあるよっていうことです。ちょっとねカードで見た時に入り口がやっぱりカップの10なので、何かやはり満たされていることがあるんじゃないでしょうか。いろいろ動きはあったけど、でもやっぱり幸せだなみたいなね、この人がいるってありがたいなとか、家族とかパートナーとか、職場でもそうですし、もちろんワンちゃんとかね、そういう猫ちゃんとかのペットもそうかもしれないし、
なんかとても心が穏やかに幸せだなって感じられる時間もあるのかなって思いました。そしてやっぱりそのさっき言った5月11日に響いてくるような何かこれまで自分が学んできたこととか人と関わって感じたことっていうものが本当にここからすごい生かされてくる感じがするんですけど、ちょっとこれまでの今この時間はこの動画をご覧いただいている時とか本当に4月の末とか5月頭っていうのは何かが自分の中で止まってるような感じがするかもしれませんが、なんていうのかな、ガツガツとずっと動き続けてるからなんかね、こう何かが入ってくるわけではなく、ここに至るまでの全ての自分の行動が有益でしたよねっていうメッセージがあって、特にそれが人を通して得たことだったり、なんでしょうね、一緒に勉強したことだったりとか、やり取り交渉したことだったりとか、そういうことがその時も楽しかったでしょうし、でもそれが今ないというわけではなく、それがまた違う形でちゃんと肥やしになってるよっていうメッセージだなというふうに思いました。でここからですね、その今まで得てきたものをさらに強めていくというか、ここで節制というカードが出ていて、これは本当にバランスの取れたいいカードなんですね。届かないと思っていたところまで手が届くとか、無理だと思ってたところがバランスが取れるとか、何かその一つだけではなく、なんか例えば理想と現実とか、そういうものがちゃんとバランス取れるよとかもそうだし、自分の潜在意識と潜在意識がきちんとなんか、それ誰だってそれつながってるんですけど、無意識で思ってたことがやっと潜在意識に上がってくるよっていうこともあるでしょうし、その潜在意識で思っていたことが潜在意識の中に浸透して現実が作られていくよってこともあるでしょうし、なんだかとてもなんかお金とか物質っていうことじゃなくて、感覚とか自分が置かれてる状況とか感情もそうですし、バイブレーションとか波動とか、そういうところがすごく整うなっていう感じがするんです。でその整った中で自分の強みっていうものを理解されるみたいですね、ご自身で。なんか自分は例えば自分はこれが好きだって思っている、でも他者からは違うものが得意だよねって言われた時に、そうなのって思ってたけど、どっちも自分はできるんだっていうような意識になってくるっていう感じかな。この意識が結局なんか仕事だったりこれからやろうとすることにすごく生かされてる感じがするんです。要するに現実から何か違うところまで手が届くっていうかね、可能性も伸びるみたいなのがあって、それってやっぱり内側がその豊かであるからこそ現実が見えてくる、可能性も見えてくる、そこに行けるって思えるみたいな感じがあるので、内側も外側も今なんかいい感じです。いい感じに整えられてくる。そしてその後ですね、ワンドの6っていうのがあるんですけど、そのなんか進んでいく道っていうのは誰がどう見てもそうだよねっていうようなルートではないっていう感じがします。普通で言ったらこうなったらこうだよね、そしてこうなったらこうだよねっていうそのルートではないやり方で自分の望みを叶えていくっていう感じが出てるんですね。想定外の方法だったりとかが湧いてくるんでしょうね。なぜならばやっぱりここで対策のところでソードの8っていうのカードが出ていて、これは今まで自分を縛っていた自分の固定概念とか既成概念を外していけるよっていうふうに言われてるんです。でもちょっとだけ戸惑う気持ちがあるんですよ。やっぱここでソードの7とかやっぱオラクルがソードの5っていうカードが出てるので、本当にいいのかなとかどうなんだろうなっていうちょっともやっとした気持ちがあるんですが、そのもやっとした気持ちっていうのがいわゆる今の自分を止めてるのかもしれないんですけど、もう少しするとですね、さっきの本当の自分の強みだったりいけるっていうその感覚だったり、これが自分の強みだっていうなんかそういうのが分かることによってちゃんと橋がかかるんですね。でその橋がかかる時に昔の感覚で言うと違うのかなって、なんか例えば例えばの話ですよ。
これまで学んできたことや得てきたことを生かして自分はなんか副業しようかなとか、なんかそんなことを考えたとしますよね。でこんな風にできたら最高だなっていうことが本当に現実になり得そうな流れがあるとする。でもこれってなんか会社にバレたらやばいかなとか、会社の人たちにどう思われるかなみたいな、そういうちょっとした後ろ髪引かれる気持ちがあるのかなって感じがしたんです。でもじゃあその正当に行くって言った時に、正当な道は例えば会社を辞めて自分で準備して企業届出してみたいな、そういうやり方というのが王道だとしたら、全然そうじゃないやり方で自分の望みって叶えられるよみたいな感じで言われてるので、何かもう少しいわゆる柔軟な可能性の中で現実を作っていくんだなって感じがしたんです。なので後ろめたさとかそういった自分のモヤモヤ感というものを解消しようとするというよりは、なんか問題を見つけてそれを解消しようというよりは、自分の強みや好きなことや仲間とか、そういう一緒にやってくれる協力者とか、そういったことを感じてると、いわゆるまずバイブレーションが変わるんですよね。どっちも水なんですよね。水っていうのはね、本当に水なんですけど、蒸発して雲になって、また雲から雨になって海に行ってみたいな、そういう循環があるじゃないですか。そんな感じなので、一つのものを積み上げました、2つになりました、3つになりましたみたいな、そういうんじゃないよって言われてるんですね。そういう計算でいくと違うって感じになるんですけど、自分の感覚が満たされてるかどうかっていうところでいくと、すごくいいところにたどり着くよって言われてるんですね。より一層それが感覚的にね強くなるのはおそらく19日以降だと思うんですけど、それ前までも例えば5月11日とかも自分の、学んできたことやその知識とか意識ですね、意識とか精神とか、そういうところでの気づきがすごくあると思うので、そういった気づきを自分が自覚できるように心地よく過ごしてほしいなって思いました。はい、ちょっとこれを踏まえた上でお仕事見てみますね。仕事、ソードのナイト、カップ9、ソード5また出ましたね。お仕事なんか忙しそうって感じです。忙しいのか、急がなければならないことがあるのかだけど、それはそれとしてやっぱり仕事を通して、社会との関わりを通して何か嬉しいことがあるって感じが出てます。想定外の喜びがあるっていうふうに出てるので、わあ忙しいとかわあ大変だって言ってる中に、実はすごい喜びの種があるかもしれないなっていうふうに思いました。でもまた同じカード出たんですよ、このソードの5。ソードの5っていうのはなんか自分がやってることってずるいことなのかなとか、自分がやってることって誰かに迷惑かけてるんじゃないかなとかって、そういう感覚なんですよ。後ろ側に引かれるみたいなね。例えば自分が好きなこと例えばの話ですけど、誰かのコンサートに行こうみたいな、推しのコンサートに行こうって思って、それってすごく喜ばしいことだし楽しい習慣なんですけど、なんか家族に迷惑をかけてるんじゃないかなとか、自分だけこんな楽しいことしていいのかなとか、そういう誰かの目を気にする、誰かの目を気にして自分が本来得て当然の喜びをもらっていいかどうかをちょっとなんか考えてるみたいな感じがあるんです。どうなんですかね。なんか例えばの話ですけど、家族の誰かが怪我をしたとか入院したとか手術したでもそうですけど、そういう時ってなんか静かにしとかなきゃいけないのかなとかね、自分がそういう感覚って日本人特有にあると思うんですけど、一緒に暗くなるとか静かにするとかではなく、自分の感覚を喜ばせてほしいんです。さっきのこの水のエネルギーっていうのかな、自分が嬉しいことをして士気を高めるっていうか、エネルギーを上げると家族もなんとなく嬉しいとか、その波動を伝染していくみたいな感覚でいてほしいなというふうに思いました。なので特にお仕事に関してもそれがあるってことは、
何か仕事のチャンスだったら喜びを得ようと思うんだけど、いやこれってどうなのみたいなことをご自身で感じそうなので、本当に自分にとって必要な喜びは誰に遠慮することなく感じてほしいなと思います。それが貢献になるから、他者への、環境への、目いっぱい自分が喜びまくるっていうか、純粋にそう思うと、そのエネルギーっていうのは伝染すると思っておいてください。ちょっと、人間関係見てみますね。人間関係はラバーズ、カップにワンドキングということで、人間関係楽しそうですね。とっても初めての人と出会うとか、最初に言ったみたいな、そういう普段はあんまり遠慮するとこなんだけど、ちょっと5月は行ってみようかなとかって参加したところで、自分がなんか来てよかったって思える、そういう人との出会いだったりとか、自分を出していいんだっていうことだったりとか、初めてのなんか展開っていうのかな、そんな感じでとっても楽しそうですよ。カップの2っていうことで、感情もシェアしてるし、喜びもシェアしてるし、そこから何か新しいものが生まれるみたいな感じがあるので、もう本当にこの時は遠慮なく人と関わっていってください。そしてその中であえて注意するとするならば、自分がいかになんか仕事を頑張ってるかとか、いかにこんなに自分はすごいんだよってことは全然言わなくていいって感じでしょうか。どうしても今の現代社会って本当に仕事がメインみたいな感じになってて、仕事でどれだけ成果を上げてるかによって自分を認められるとかあると思うんですけど、人間関係においては仕事ちょっと関係なしにして、蟹座さんの優しさや感覚でシェアし合って、楽しいことを生んでいってくださいっていうメッセージでした。なので例えばですけど、出会い求めてますとか、新しい関係性、友達増やしたいですとか、何でもね、なった時に感覚で勝負すればいいところを、自分は何をしてますとか、どういう仕事してますっていうところで関わろうとすると、せっかくのエネルギーがなんかちょっと仕事っぽくなっちゃう感じがするので、感性で人と向き合ってくださいって感じがしました。はい、いかがでしょうか。何か参考になったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。はい、では最後にもう一枚、蟹座さんにとってのオラクルカードを引いてみますね。5月の20日までのこれかな。どうですか。このエレメンツという優しいカードが出てきました。皆さんもこのカードを見て何か感じられるかどうか、ご自身でメッセージを受け取ってくださいね。いいですね。自然の中でそのままの要素があるって感じがするので、さっきの人間関係のところもそうでしたけど、そのままの自分でいいんだって感じ。もうすでに自分の波動は伝わっているって感じかな、相手には。それをなんとかよく見せようとか思わなくても全然いいよって感じがしました。はい、ということで今回もありがとうございました。またすぐに、ラブメッセージ取っていきますので少々お待ちください。ありがとうございます。失礼します。